今回はアブダクション脱出編です。皆さんこんにちは。キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターはキスカとアシスタントの琴音です。よろしくお願いいたします。ね、新しいマスクになってからどんどんマスクが落ちてくるんだけど後から調整しましょうかね。そうですね。はい。まあそんな感じで、今回ねアブダクション脱出編っていうことでね、そうですね。話そうかと思います。前回はその何かわかんないけど、床が開いたら雲の隙間から山が見えたというところでしたね。そうです。ちなみにそれはパジャマ着てたということは、見えた山の景色は昼夜っていうと夜？見えたのが山っていうことで、これ朝方？夕方とかではなく？夕方とかじゃなくて朝方。朝方なんですよ。でなんでかっていうと、日の差し方が、赤くなくて、明るく太陽が照ってるような感じで、明け方なのかなと思ったんですよ。でもちろんどこの山か上から見たことないんで分かりません。で周りは窓も当然ないんで、どの辺を飛んでるかとか浮いてるのかっていうのは分からないんですけど、その友人と2人で「わっ!」ですよ。わっで手入れたらツーツーなんですよね。っていうことは何もない。っていうことはそこから落ちると確実にね行っちゃうかなみたいな。で考えてたら、ここに帰りたい、家に帰りたいって思ったら、なんかね白くなった。またですか？そこいや白くなったというか白くなるんよそこ。またっていつか知らんけど。パラレルの時も白くそんなバーンって光るようなので薄白くなる。ただね薄白くなったところが、そこから情景変わって、自分の部屋。ベッドの上ですか？ベッドの上で実際にはそこで目は覚めたんですか？いや目が覚めたじゃなくて、家に帰れるって思った瞬間、部屋に戻ってた。でベッドの上に寝てた？いや寝てたじゃなくて起きたまま、ベッドの上に座ってるっていうか、降りた状態で力抜けて座っちゃったっていう感じ。行きがけは寝てたんですよね？行きがけはもう寝てた。ということは今の話を聞いたら、記憶がないところは行くとこだけ？行くとこだけで何時にさらわれたかなんて全然わかんないんで、で最終的にそこだけですよ。覚えてるのはその20分ぐらいの間だけ。だけど珍しいパターンですよね、きっとね。そこまでリアルに話せるっていうことが。でなんで連れて行ったのかな、実験的な価値があるのかなとかいろいろ考えてて、この後の話、ちょっと後になるのかな、後の話になるんだけど、ある時ね、鼻ほじってたのね。たらその頃よく鼻血が出てた。である日ほじってたら、血の塊みたいなのがドロッと出てきたよね。でそれをなんかね触った瞬間になんか硬いのがあるって思って、異物があると思って、ティッシュでこう拭いてみたら、1.5 ミリから2ミリぐらいの大きさ、真四角の。で厚みはねほぼ 0.5 ミリぐらい。ほぼ 0.5 ミリで、真ん中にねこの真四角の中にこう波が一つだけ出てるっていうのが鼻から出てきました。その時の記念品は？記念品はね、その時のやつはね
なんかわからんかったから捨てた。もったいなー。でもね、うん、ほんの数日前、はい。また出てきた。え鼻血ですか？鼻血がなんか止まんないっていうか、ちょっといつも鼻血が最近出てたんですよね。はで今日とかもそれ終わったら全然出ないんだけい。ど、その鼻ほじってたらなんかね、なんか違うまた出た。違和感が、触った時違和感があったんで、はい。またこうなんかね、ティッシュでこうやってはい。こうやってたら、はい。まあ、カッターでこう綺麗にこう削ったじゃないけど、いらない部分っていうのを削ってたら、はい。なんか2ミリないぐらいはい。で真四角、はい。ほぼ真四角はで、血のような感じで、黒にちょっと赤が混じったような感じのその真四角のにい。はい。ビニール、なんていうかな、樹脂のコートみたいなのはがしてあって、い。はそこにね、い。はわけのわからない文字みたいなのがいっぱい書いてい。なんか高度になりましたね、前回よある。ちょりね。っと高度になったね。はで前回のはそうだったんだけど、今回はそうですよね。い。で途中で気づかなかったことがあったんだけど、はい。僕がいるところのパソコンとか、はい。あと DVD の機械とか見るやつが突然壊れ出したんですね。そのアブダクションを経験した後からですか？あとだけど、その時とはまた別の後の話なんだよね。である一時期ものすごく壊れてたの。はい。そしたらはい。どうもやられてたみたいでその犯人はカマキリだではなくて、誰かわかんないけどっていうところなんですけど、っていうかキスカさんですよ、はい、それ以前にはい何回もアブダクションで狙われるってなんでですかみたいわかんないな。もしかして規格外だから興味を持たれたとか。いや、企画ないです焼肉が好きです。っていうか今お話聞いただけでも2個なんか変な物体が出てきてるわけですよ。っていうことはまだもしかするとあるかもしれない。結構ね入ってる人いるよ。それはキスカさんがわかるんですか？わかるわかる。そういう能力も。こっからね上だとわかりやすい。結構。で何をこうそのチップみたいなのを機械の近くに置いとくと徐々にやっぱ壊れるんだよね。なんかフォースカインドの生のビデオを一緒に流せてね、あるシーンありましたけど、そのグレーか白い袋か知らないけど、出てきた時こう画像が乱れますよね。やっぱやられるんですかね。やられると思いますよ。で残念なことに僕って頸椎融合椎で頸椎6つしかないのね。そこ意味わからないんですよね。何なんですか？頸椎が普通7個あるんだけど、僕は6個しかないんですよ。それ何か問題？だからフォースカインドの時は頸椎が切断されてたってね。なんかありましたね。切断しようと思っても君切断できないねって医者から言われて。ある意味死んでも死なない本当にみたいな。本当に死んでも死なないみたいな。やっぱ規格外ですよね。でね、ちょっとこれ別個の話になるね、全然別個の話なんだけど、なんか次回にしません？次回にしますか。ですね。笑っちゃう話なんですよこれ。はい。最後まで聞いていただいてありがとうございました。キスカの異次元夢話、異次元ナビゲーターはキスカとアシスタントは琴音でした。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。